こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャットなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグイベントも来るとのことなので Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は去年の WebX 動画も期間限定で開放してますのでそちらもぜひ見てみてください。でまたこの WebX のチケットに関してはこのチャンネルからの購入で 20% オフというキャンペーンを行っております。概要欄のリンクから飛んでいただきますと通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。ここ数日、バッドファンダみたいなものがほとんど出なかったんですけど、昨日1日で今まで溜まってた分全部出たんじゃないかってくらいね、指標やその他事実量を含めて、事件的なものが一気に出ましたね。一つ一つ見ていきたいと思います。でまず昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは結果としては全体でプラス 1.3 億ドルの純利入を記録しています。内訳としてはブラックロックの IBIT がプラス 1.7 億ドル、グレースケの GBTC がマイナス 0.36 億ドル、他がビビたる増減となっております。これで全体では19日連続のプラスとなっております。一方、香港の ETF はいつも通りプラマイゼロとなっておりますね。ファンドごとではブラックロックの IBIT の運用資産額が30万 BTC、200億ドル超えとなったのが話題になっています。ほぼ一度もしぼむことなく増え続けてますが、こちらもどこまで行くのか注目となっております。あと ETF 関連では、香港のスポット ETF が早ければ今年中にステーキング仕様を追加するんじゃないかという関係者筋の情報が出てたり、ビットコイン関連では 10X リサーチのアナリストがビットコインは数日で8万3000ドルに達するとか、またビットフィネックスのアナリストがですね、2024年第4四半期頃には強気サイクルのピークになるとか、いつも通り強気な予測をそれぞれ出して盛り上がっております。ビットコインの価格は現在69,500ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、まず米雇用統計が非農業部門雇用者数が予想の 19.0 万人に対して 27.2 万人と、失業率が予想の 3.9% に対して結果が 4.0%、平均時給が前月比予想の 0.3% に対して結果は 0.4%、前年比は予想の 4.0% に対して結果は 4.1% となりました。で、この数字が出た時は、失業率が上がってるのに雇用者数、時給ともに上がってて、景気が良くなってるのか悪くなってるのかわからんみたいな意見がちらほら出てたんですけど、雇用の中身を見るとですね、フルタイムで働いてた120万人が職を失って、パートタイムが150万人増えただけというものになっております。なので、失業率とこの雇用の中身からするとですね、結局米経済の状況は良くなってないと、利下げがまた遠のいたという捉え方になって、米ドル高、金利上昇要因となりまして、また市場が全体的に落ちています。前日の ECB の利下げムードから一変しています。あと他では中国の金買いが終わったというのも話題になってまして、今まで中国の金の保有量は18ヶ月連続で増加してたんですけども、この保有量が先月から変わってないと、中国が金の購入をやめたんじゃないかということで、金ゴールドが下落してます。1日でマイナス 3.4% と急落してますね。こちらのビットコインが弱くなった一つの要因になるのかなと思います。米国債金利は 4.43 と上昇してまして、ナスダックが 19,000、S&P500 が 5,350、ダウ平均が 38,880、金ゴールドが 2,290 ドル、日経平均が 38,680 円、ドル円が 156.7 円となっております。個別株の方では先日 YouTube 配信をすると宣言してたキースギルが予告通り YouTube 配信を行いまして、その事実売りなのか JME 株が急落してます。前日はプラス 40% 以上急騰してたんですが、1日でマイナス 39% と、ほぼ全盲してます。仮想通貨関連のミームも軒並み下がってますね。昨日の時点で5億ドル以上あったキースギルの GME のポジションも1日で 2.4 億ドルほど減ったみたいで、このライブ配信を見る限りではキャッシュ合わせて 3.5 億ドルほどになってます。で、その後ね、骨折したようなパフォーマンスしたり、2億ドル失っても乾杯するような画像がバズったりしてましたけど、もうすごいですよ。いろいろカオスで。で、しかもこの様子を CNBC が放送してるっていうのがやばいっていうか、この電話が鳴り響いてる中ですね、その真面目に進行してる横で、口開けてるだけっていうね、このエンタメはちょっと作れないですよね。その投資家ってよりかは、そのエンターテイナーとしてのスキルがずば抜けてる。多分俺の盗まれた金がゴミみたいに思います。2.4 億ドルって370億円ですからね。狂ってる。伝説未だ健在といった感じですかね。で、先物の方ではビットコインもそうですが、その他のロングの生産が目立っております。
ビットコインの先物の方では、大井が全体でマイナス 1.9%、額としては361億ドル相当、比率としては全体ではショートが 53.6%、バイナスミはロングが 60.4% と、こちらも昨日から一変して下寄りになっています。今後の指標としては、6月10日に日本の GDP 二次速報、ノルウェーの CPI、6月11日に A 雇用統計、6月12日に米消費者物価指数 CPI などが控えております。市場全体で見ると、米金利上昇から短期調整ムードとなってまして、また金ゴールドの中国の開発が収まったことから、こちらも調整に入っている状態。で、仮想通貨市場単体で見ると、こちらも市場全体の調整と金ゴールドの下落も合わさって、ビットコインが下落している状態。またアルト以下ミーモもですね、キースギル劇場が一旦終わったことから、一旦調整に入っているといった展開なのかなと思います。ビットコインはね、金、ゴールドが調子いい時はついていったり、ついていかなかったりするんですけど、金にとってね、マイナスのファンダが出た時はしっかり反応するのが特徴ですから、今回もデジタルゴールド健在といったところだったのかなと思いましたね。で、昨日の時点ではですね、その ETF の流入がしぼんでないことから、私もかなり楽観的に見てたんですけど、これだけネタが揃うとね、さすがに落ちちゃいますね。その米国の ETF の流入もちゃんとしぼんでますし、ここしばらくミーム市場を牽引してたキースギルのネタがこのタイミングで終わるっていうのも、仮想通貨市場にとっては痛かったのかなと思います。こういう時はね、必ずどっちかに振るものなんで、個人的にはそこまで気にしてないんですけど、この中国の金買いがなくなるっていうのが、まずサプライズでしたし、ちょっとこの影響はね、長引きそうだなと思いましたね。あとこれから取り上げるその他の動向でも、ちょっとしたバッドファンダがあります。ビットコインのチャートだけ見たら、68,000のラインに届く前に反発して、そこの右肩上がりは継続中となってます。これから週末を迎えますが、週足は上髭を回収できないまま終わりそうではありますね。ここから再度7万ドルの攻防に戻ると強くなりそうですが、この状況でも来週 ETF の流入が続いているかどうかが勝負になりそうな気がします。上は7万ドルを抜けられるかどうか、下は引き続き68,000のラインで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場のどこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3680ドル、BTC 建ては 0.0531 とさらに下がっております。先物の方ではオエア全体でマイナス 1.0%、額としては161億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.4%、バイナスミはロングが 76.5% と、こちらも下寄りになっています。イーサーも単独ファンドもなくビットコインに釣られて下がっておりますね。BTC 建ても 0.05 に近くなってきました。米現物 ETF も市場全体の流れに逆らえるほどのファンダではないと思うんで、またさらに厳しくなりそうですね。チャートだけ見たら3800の攻防を下抜けしてまして、3600のラインで耐えている形となりましたが、週足はビットコインよりも厳しい形になっています。下は3200まで余裕があるように見えますね。イーサの逆転があるのか、今後の動向に注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。トランプの動向がまた話題になってます。仮想通貨界隈の著名人、ウィンクルボスらが出席したサンフランシスコのとあるイベントに、トランプが出席、1200万ドルの資金を調達したとされています。参加者曰くですね、トランプは仮想通貨の大統領になると言ったとのことですね。実際に言ったかどうかはわかりませんけども、また界隈が盛り上がってます。先日のトランプ有罪判決があっても、まだ仮想通貨界隈はトランプを祭り上げてますけど、大統領選でバイデンに勝てるのか注目となっております。あとはコインゲッコが200万件以上のメールアドレス流出被害を報告しています。23,000件のアドレスにエアドロを匂わせたフィッシングメールが送信されてしまったようです。コインゲッコはですね、2024年6月5日にサードパーティーの電子メールプラットフォームゲットレスポンスを介してデータ侵害が発生しましたと、影響を受けるユーザーには電子メールで直接通知されましたと、お客様のセキュリティは弊社の最優先事項であり、この問題に対処するために直ちに措置を講じていますと声明を出しています。で、これは数日前にテザの CEO アルドイーノがですね、とある仮想通貨系企業のメールベンダーが侵害された可能性があると警告してたんですけど、それがコインゲッコの件だったようですね。私のところはそれっぽいメールは来てないんですけど、もしコインゲッコからメール来てる方いたら開かない方がいいかもしれないですね。あとアルト関連ではベースの TBL が一時17億ドルに到達と、OP を抜いて L2 チェーンの中では3位に浮上したことが話題になっています。全体では7位になってますね。トークン発行していない状態で OP 超えとなりましたが、みんなが期待しているトークンは発行されるんでしょうかね。ベースの今後にも注目です。今日はこんなところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。